皆さんごきげんルアシュ。今回はルアーの色について。そもそも色をどうやって認識してるんだってと、人間の場合赤型、緑型、青型の色覚センサーを持ってて、それらの比率によって色を判断するっていう仕組みで、バスはってと研究結果から赤型、緑型の2色型色覚に近いとされてます。白って200色あんねんじゃなくて、白って20色あんねんぐらいなんでしょう。だけど魚は一般的に明るい暗いの明暗の感度は非常に高いと言われてます。夜に黒いルアーでバスが釣れるけど、人間にはこんな風に見えててもバスにはもっとはっきりと見えてるのかもしれない。そんな折、松下正幸さんの UV カラーの必要性という動画を見たんですよ。簡単に説明すると、 UV ライトを当てて発色するカラーが聴過に影響するって内容。紫外線が当たると別の波長の光を出す物質があるんだけど、明るいとこだとその変化が分かりづらい。それを分かりやすく見えやすくしたのが暗いとこで UV ライト、つまり紫外線を当てるって方法で、感度の高い目を持つバスなら明るいとこでも敏感にこの変化を感じ取って見えてるんじゃないかと思うわけ。つまりその要素を加えると、今まで地味と思ってて使ってたルアーが意外と派手に見えたり、派手と思っていたが実は地味に見えたりするのかもしれない。ってことで Amazon で UV ライト買いました。一番安くて電池式のが1000円ぐらいで買えちゃいます。私は電池交換がめんどくさいので USB 充電式のやつを購入。まずはモデル 6A。 お腹に薄いオレンジ色があるけれど全体的に地味なカラー。全体的には変化は見られないけど、お腹の薄いオレンジは明るい時とは別物なほど発色する。カメラだと光が反射したような感じで撮れちゃってるけど、肉眼だとこれに似たような感じで色が強く発色してるように見えます。次にケビン・バンダムのフラットサイドクランク。セクシーな色使いなやつ。意外とセクシーな黄色いラインは発色しなかったが、お腹のオレンジがセクシーに発色。隠れセクシー。服は地味だが下着がセクシーなタイプ。もちろん UV ライトを当てても全体があまり変化がないものもあります。お次は派手系。モデル 6A のブルーバックチャート。予想通り派手に発色。紅白の小林幸子並みに発色。ちなみに台風後の激濁りの時に白色のクランクでミスバイトだったので、この 6A に変えたところ見事にバスが釣れた。発色の要素も関係したのかもしれない。ただ派手だなと思ってても発色しないタイプもあったりする。例えばこれ、バンティットのフットルースの赤。一見派手っぽいけど発色はしない。これはカウントダウンエリートのお腹が赤いやつ。これも明るいとこでは派手な赤だけど発色はせず。発色は紫外線が当たると別の波長の光を出す物質が塗料に含まれているかがキーになるので、つまりカラーは関係ないんです。なので赤でも発色するものがあれば発色しないものもあるってわけ。たまたま私が持っているのがそうだっただけかもしれないけど、トップの派手カラーは発色しないのが多い。水を介さず直接紫外線が当たるので、あえて発色しない塗料を使用しているのかもしれない。お次はボディが反射するタイプ。これはデックスビノーのキンクロ。UV ライトでは発色せず。まあ普通に光でフラッシングすると思うので、そういう派手さはありますけど。ここまでルアーのカラーでの変化を見てきたけど、 UV ライトを当てて発色する条件は何度も言いますけど、別の波長の光を出す物質が含まれているかどうか。そう、
意外と発色したのはプラスチック。プラスチックむき出しの部分といえばリップ。これがかなり発色する。サーキットボードのリップも発色した。こちらはカラーを全部剥がしたクリア系プラスチック。全身が発色。こちらは透き通ってないタイプのプラスチック。こちらも発色。なので意外とクリア系カラーが発色する。カラーというか透けている部分が発色する。それと忘れちゃいけないのが、使ってるうちにカラーが剥がれたルアー。剥げた部分が光ります。ハゲが光ります。それと目も意外と光ります。何かをひらめいたかのように光ります。あと、あえて狙っているのか、目だけ発色するカラーのルアーもあったりします。次に見てみるのはスピナーベイト。一見地味系でも目やスカートが発色。ブレードのフラッシングを抑えたガンメタをよく使ってたけど、その他の部分で結構アピールしてたのね。見るからに発色しそうなスカートは予想通り思いっきり発色。派手系は想像通り派手に発色。スカートよりもヘッドのカラーが派手に発色。それよりもブレードの感覚を取るためのビニールの筒が発色したことに驚き、もしかしてブレードバイトの要因の一つだったりするのかね。お次はラバージグ。だいたいスピナーベイトと一緒。派手なラバーは発色しやすいし、地味なラバーは発色しにくい。そしてついに来ましたワーム。どれも発色。傾向としては濃いめの色だと発色が少ない感じ。派手なやつは想像通り派手に発色。ブラックだとほとんど発色がない。白だとかなり発色。ワームの場合もクリアだと派手に発色。こちらはクリアの中空ボディ。ラメはというと発色しているっぽいけど、それよりもボディの発色が強くてよくわかんない。どちらかというとフラッシング効果の方が強そうな感じなんすかね。次、フック。まあ発色しないだろうと思ってたけど、案の定発色せず。透明なガードは発色しちゃいました。そして意外なとこでガードを巻いている糸が発色するものがあった。もちろん発色しないのもある。てかほぼ発色しない。これだけ異端児。自分のプレゼンスを示したいんだという意識高い系。そして最後に忘れちゃいけないのがライン。こちらは透明なナイロンライン。思いっきり発色。この上なく存在感をアピール。I am here。すべての透明ラインが発色するというわけではなく、こちらはさっきと違う透明ラインだけど発色はせず。こちらはピンクのライン。思いっきり発色。こちらは蛍光イエローだけど発色せず。慣れてくるとルアーはだいたい発色するかしないか想像できるんだけど、発色しそうな蛍光イエローが発色しなかったりと、ラインは見極めが難しい。正直 UV ライトを当ててみないとわからないって感じ。ぜひお持ちのルアーなどに UV ライトを当ててみてください。意外なものが発色したりして面白いですよ。